おはようございます。今日は1月の29日の金曜日です。家の近くからですね、今日はですね、買い物に行きます。ちょっと大きめのですね、ディスカウントスーパーに行くために今歩いてます。何回も出てきた高速道路と鉄道を越える陸橋ですね。歩道っていうか自転車と歩く人だけのための何ですか、歩道橋です。香港はこういう結構郊外のところでもこんなエレベーターとかがあってですね、お年寄りでも階段じゃなくて来れるような感じです。この人はお布団を干しに来てます。お布団を干すのはダメだそうです。見えますかね。どこ行くんでしょうね。トラックは中国行くやつかな。香港はダブルナンバーっていうのがあるんですよ。見えるかどうかわかんないですけど、白のやつが香港のここのローカルの番号で、黒いやつがトラックなんか多いんですけどね、下についてる、これついてないですけど、これもついてないですね。これもついてない。ついてないの多いな。まず黒い番号があるんですね。黒っていうのは、中国来るやつで、広東省、深センに入る、いやそうでもないな、広東省の番号なんですよ。中国は31省あってですね、全部最初の一番最初に来る漢字がですね、どこにも省とかですね、区とかですね、特別に属してるか。北京だったら京って書いてますね。京都の京。上海だったらややこしいやつですね。ちょっと漢字では言葉では説明できないようなやつで、広東省は越って言って、漢字の奥っていう奥物の奥とか奥歯とかですね、その奥のですね下の方の点々がですねと違って、なんていうかね、尻尾みたいになってるやつです。越ですね。で、越、その次のアルファベットが ABC から始まるんですけども、当然 A がそこの省とですね、広東省の省と広州ですねが A なんですよね。はい。いろんなとこも一緒です。例えば湖北省の A は武漢っていう感じですね。で B がですね、2番目に大きいところとかっていう意味じゃなくてですね、そこから先はちょっと政治上のことだそうです。はい。広東省はですね、 B は深センですね、 C は珠海、 D は、ソワ島ですね。はい。そんな感じでですね、A からずっと並んでいると。で、香港あるいはマカオの車両を広東省で登録しようとするとですね、 Z っていうのがもらえるそうです。はい。でですね、香港から来てるという、香港の車だというので、一番最後が港って書いてますね。マカオの場合は山水辺に置くというですね、青丸の青ですね、という風になっています。雑学ですね、別に知らなくても構いませんけど、パッと見ただけでどこの車だって
中国で分かるのは面白いんちゃうかなと思います。香港はアトランダムですね。はい、全然関係ないです。大体アルファベットと英語でできてるんですけども、アルファベットだけの時もあるし、数字だけのものもあるし、いろいろあります。漢字はダメですね。登録できません。はい、中国も漢字は登録できるのはもう指定のやつしかダメです。どこどこに帰属してるかとかです。はい、そんな感じですね。今日もええ天気やね。ええ天気、久しぶりのええ天気です。だいたい気温が20何度ぐらいあるのかな。まあ半袖ですね。なかなか今年は1回だけね、そんなと。あと2週間で旧正月なんで、まあまた来るでしょう。僕はあと2回ぐらいは来るんちゃうかなと思ってます。はい。いや、もともともうコロナで仕事してはる人が少ないんで、なんかもう休みかなっていうことですね。学校はなんかやってるみたいですね。さっきもなんかうちの家の近く学生出てきた学校はやってるみたいですね。こここの間来た公園ですね、初めて。見てください。このようなですね、おそらくですよ、これ一軒の家なんですよ。3階建てで、700スクエアフィートかな。いや、2個1やね、これね。左側と右側違うね、これ2個1やね。こんな感じで結構いいですよね。だからあれがあって庭もあってええんちゃうかなと思います。いい感じですよ、今日は本当に。今からですね、ちょっとまだ半分ぐらいしか来てないかな。ちょっと公園で座っちゃいましたけども、今からまた継続して歩いていきます。継続してっていうのはほら日本語の言葉じゃない、日本語の文語じゃない、文語やね。言葉で口語では使うけど韓国語ではよく使ってるね、継続してっていうの。中国でも使うよね。関東語でも使いますね。それで思ったんですけどね、やっぱりね、最近ね、ちょっとね、変な面白いラジオ聞いててですね、西洋人、ノルウェー人とイギリス人なんですけどね、女の人が2人で、10分ぐらいですね、毎日、香港の外に出てですね、で、ラジオの収録を行われてるんです。そういうラジオの放送がですね、昔あったんですね。もうなくなっちゃったみたいで、ノルウェー人の女の人がですね、外国人に広東語を教える先生なんですよ。で、英国人の女の人はラジオの MC なんですね。で、どこのラジオかというと RTHK ですね、ラジオ TV 香港ですね。公営の放送局なんですけど、ラジオのなんていうんですかね、どう言ったらいいんでしょう。ラジオは持ってるんですけどテレビは持ってないんですよね。他のところのチャンネルの枠を買ってですね、放映しているというような、とこなんですけども、それのラジオのチャンネルの3です。3は英語ですね。で、そこの番組だったんですけども、いろんなとこ行ってですねやるんですけども、この英国人の MC がですね、香港に住んでるにもかかわらずですね、広東語はほとんどできないというか、語学のセンスが全くゼロの人なんですよ。で、言ったことまず覚えてないですね。もう本当によく使う、もう一日何個でも使うようなフレーズぐらいしか
記憶してないというような人で、だから根気よくですね、ノルウェーの人が、外国人の女の人を教えているというような番組です。ネイクトカントニーズというのは皆さんもしよかったらポッドキャストあるんで聞いてみてください。その中に何が言いたかったかというとですね、おそらくですよ、そのノルウェー人っていうのはノルウェーの国民がですね、何百万人のか知らないですけど、それぐらいしかいないわけですよね。香港よりも少ないんですって。ということはですね、国内だけでいろいろな、生活を一生していくのは非常に、困難なためですね、いろいろな、母国語以外の言葉を勉強するわけですよ。当然英語とかですね、フランス語とかドイツ語とかですねを勉強するんで、かなり小さい時からですね、ノルウェー人って結構いろんなことが喋れるんですよ。でまただからこそだと思うんですけど、結構言葉覚えるのも早いし、発音も結構上手なんですよね。同じような優秀な民族には、インド人ですね。インド人はむちゃくちゃ優秀ですよ。というか、その学歴ある人もない人も優秀ですね。で、わりかしできないのが、その自国語ですね、ことが足りる民族ですね。英語、中国語、この、日本語、この人らは本当にやっぱりなんていうかな、そんなに外国語を勉強するという緊急性がないん違うかなと思うんですね。緊急性が生じたらそんなことないでしょうけどね。特に英語をも克服する人は非常に下手くそになっちゃうかなと思います。それはいいとしてですね、やっぱり共通項というのがあると思ってですね、例えば広東語の考え方、僕らやったらようわかんのになと思うのが、英国人の女の人がわからない。例えばですね、曜日ですよね。あとは月の呼び方。これって西洋の言葉、ラテン語を主体にした言葉っていうのは単語として覚えないといけないわけですよね。我々単語として覚えなくてよかった。それが難しいみたいですね。あと数字の数え方、これも非常にいつも苦労されてますね。1から10までが覚えれない。なんでしょうね。